どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日は畳について話したいと思います。日本の伝統的な部屋、和室といえば畳が定番です。最近ね、実は僕自分の部屋用に畳を買ってみたので、今日はね、その感想とかメリットとかデメリットを紹介したいと思います。で、まずは僕が畳を買った理由について話したいと思います。最近新しい家に引っ越してきたんですけど、部屋が全部洋室なんですよ。なので、部屋は全部フローリングの部屋なんですね。なので、それでもいいんですけど、ちょっと部屋にもうちょっと日本っぽい和の雰囲気を出したいと思ったんですね。で、やっぱり最近のアパートとかマンション、日本では畳がない部屋の方が実は人気なんですよ。やっぱり僕は畳がある方がなんとなく気持ちが落ち着くのでちょっと買ってみようと思いました。で、やっぱりね、結構僕床に座って作業したりするのが好きなんですよ。なので、座って何か作業したりするときに木のフローリングの床に座って作業したりするとちょっとお尻とか腰が痛くなりますよね。なのでもうちょっとクッション性がある床が欲しかったんです。で、やっぱり畳は香りもいいんですよね。結構リラックスする香りで、僕は子供の時から家で畳のある部屋で寝ていたし、やっぱり畳の匂いは懐かしいなって思いますね。で、次はね、実際に使ってみて感じたことについても話したいと思います。やっぱりまず畳を部屋に敷いてみて思ったのは、いぐさの香りがすごいいいんですよね。いぐさっていうのは畳に使う草の名前なんですけど、その草の香りがすごい、なんて言うんでしょうね。お茶の葉の匂いを嗅ぐ時のような感じで、そんなに強い匂いはないんですけど、なんとなくそのいぐさの香りがちょっとして、すごく癒されます。で、やっぱり畳の上を歩くとき、畳ってちょっとクッション性があるので、ちょっと柔らかいんですよね。なので、足触りがすごくて柔らかくて、気持ちいいんですよ。僕は部屋全体に畳を敷いているんですけど、もちろんね、小さい畳のマットとかを置いても、一気にこの和室っぽさが部屋に出ると思います。で、やっぱり全体的にこの太陽の光が部屋に入ってきた時に畳がすごい綺麗なんですよ。なので、この畳の緑色とこの太陽が当たる感じとで、すごい部屋の雰囲気がなんとなく落ち着いたような気がします。で、畳のメリットについても話したいと思います。ちょっとね、話しましたけど、やっぱりクッション性があるっていうのは畳のメリットのうちのすごい大きい部分だと思います。やっぱりそのクッション性があることで座ったり、畳の上で寝たり、ストレッチしたりするのがすごい楽なんですよ。今はね、僕は畳の部屋に布団を敷いて夜寝てるんですけど、布団を敷かなくても畳の部屋でちょっとゆっくりしたいなと思ったら、畳の上にそのまま寝るだけですごい気持ちいいんですよ。ちょっと柔らかくて、で、やっぱりそのいぐさの香りがして、昼寝とかするにはすごいちょうどいいと思います。で、畳は他にもメリットがあって、温度調節の機能があるんですよ。これはどういうことかというと、夏はちょっと畳はひんやりしてるんですよ。
なので外は暑くても畳の上はちょっと温度が低いんですね。でも冬はちょっとだけ暖かいんですよ。なのでやっぱり洋室の中を歩くときってスリッパを履かないと足がすごい冷えるじゃないですか。足がすごい冷たいですよね。でも畳の上を歩くときはスリッパを履かなくても全然寒くないんです。例えば靴下を履いて畳の上を歩いたり、靴下がなくて裸足でもそんなに冷たいなとは感じません。なので僕は畳の部屋に入るときはスリッパを脱ぐんですけど、他の部屋はね、畳じゃないのでスリッパを履いて生活してます。で、それだけじゃなくて、畳は消臭してくれるんですね。なので匂いを消してくれるんですよ。やっぱりね、普段生活してるといろんなものにね、匂いがついて臭くなったりしますよね。でも畳はもともと消臭効果があるんですよ。なので匂いもあんまり気にならないし、あとは湿度も調整してくれるんですよ。結構ね、日本の特に夏とかは蒸し暑くなったりして、すごい湿度が高いですよね。でもそういう時も、畳は自然にこの湿度を吸収してくれる効果があるので、なので湿度が高い時は湿度をちょっと吸ってくれるんですね。これはすごい日本の生活には欠かせないですよね。でもね、やっぱり畳もいいところだけじゃないんですよね。ちょっとデメリットもあるので、それもちょっと紹介したいと思います。で、まず一つ目は、メンテナンスが必要なんですね。定期的に畳を、干したりしないと、カビが生えちゃったりするんですよ。なので、湿度を吸ってくれたりするんですけど、そのままほったらかしで大丈夫かって言われると、それはダメなんですよね。定期的にちょっとメンテナンスする必要があるんです。それから、やっぱり柔らかいんですけど、そのせいで重いものを置くとちょっと跡がついちゃうんですよね。今僕は畳の部屋に、ちょっと大きめの棚を置いてるんですけど、今は大丈夫なんですけど、やっぱり重いので、時間が経ったらそこに跡がついちゃうんじゃないかなと思います。それから、湿度を吸ってはくれるんですけど、ちょっと水に弱い一面もあるんですね。なので、さっきもちょっと言いましたけど、湿度が高すぎると、畳が湿度を吸い切れなくなって、それでカビが生えちゃうこともあるんです。で、それから、やっぱり自然のものなので、傷つきやすいんですよ。例えば、ね、僕は猫を飼ってるんですけど、猫がね、爪で引っかいたらやっぱり簡単に傷ついちゃうし、この前もね、これは猫のせいじゃないんですけど、僕が何か部屋の中で荷物を運んでて、その時にその荷物を畳の上に落としちゃったんですよ。そしたらちょっと畳がへこんじゃって、ちょっとショックだったんですけど、やっぱりちょっとデリケートな部分はあると思います。せっかくね、本当に1ヶ月前ぐらいに買ったんですけど、もう一つね、壊れちゃったので、ちょっとすごいショックだなと思いますけど、やっぱり畳はいいところだけじゃなくて、こういうちょっとデメリット、めんどくさいところもあるんですね。で、ちょっと畳のいいところ、悪いところを話してみて、買ってみたいなって今思ってる人もいると思うので、買うときに気をつけた方がいいポイントについても話したいと思います。で、まず一番気をつけなきゃいけないのはサイズですよね。畳によってもいろんなサイズがあるんです。一畳って言っても畳の種類によってちょっと大きさが変わってくると思うので、自分の部屋のサイズと実際の畳のサイズは必ず確認した方がいいです。僕が買った畳は置き畳というタイプで、フローリングの上にそのまま置ける畳なんですよ。で、なおかつ
そのカットできる畳を買いました。なので、畳は確か60センチ、60センチぐらいの正方形の形なんですけど、部屋は正方形じゃないんですよ。なので、ちょっとサイズが合わないところは自分で畳をカットして、で、部屋に合うように DIY しました。なので、ちょっとサイズが難しい場合は、こういうカットできる置き畳を買って自分で形を変えるのもいいと思いますし、部屋のね、一部分だけに畳を置くっていうのもいいと思います。うん。部屋全体がね、畳だともちろんいいんですけど、それだけじゃなくてもね、例えばカーペットを使う時みたいな感覚で畳を使うのもいいアイデアだと思います。で、畳にもいろんな種類があって、僕が買ったのはいぐさでできている畳なんですけど、最近は樹脂製、他の素材を使って作られている畳もあるので、自分がどんな畳が欲しいのか、自分のライフスタイルに合う畳を選ぶのが大事だと思います。例えばね、僕が買ったいぐさはやっぱりいぐさ本来の香りがあるんですけど、ちょっとカビやすい。でも他の素材の畳だったら、いぐさの香りはないけど、例えばカビができにくいとか水に強い畳もあるので、もしね、小さい子供がいるとか、すごいたくさんペットがいるってなったら、普通の畳だとちょっと、デリケートすぎるかもしれないので、そういう他の素材の畳を試してみるのもいいと思います。それからね、僕が買った畳屋さんでもそうだったんですけど、いろんな色があるんですよ。僕が買ったのは普通の緑色の一般的な畳なんですけど、他にもね、グレーとかブラウンとかブルーとかいろんな色の畳があったので、カラフルな部屋にしてもいいし、自分が好きな色を一色選ぶのもいいんじゃないかなと思います。今日話した通り、メリットとね、デメリット、どっちもあると思うんですけど、気軽に和の雰囲気を楽しめるいいアイテムだと思うので、ちょっと興味がある人はね、いろいろインターネットで調べてみてください。日本文化が好きな人とか、ちょっと落ち着く空間を作りたい人とかには、畳は僕はすごいおすすめだと思います。はい。ということで今日は畳について話してみました。皆さんは畳が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。